8月7日のエピソード1の投稿から約2ヶ月弱でチャンネル登録者数1万人を超えた秋骨ストーリーの裏側と心のプロセスを紹介します。2023年7月27日、夫の家を出たこの日から私の人生が想像を軽く吹き飛ばしてノンストップの大浄化の流れが起こり続けました。大きな終わりと始まりの日々。現実世界でのフィジカルな大変さはあったし、不安の渦に飲み込まれそうな時ももちろんあった。でもどこかもう一つの冷静な自分が常にいて、私の人生はここから大転換する。そのストーリーを記録しておこう。これはホームレスから人生の成功を手に入れるサクセスストーリーになる。今はそのサクセスストーリーのチャプター1にしか過ぎない。夫婦別々の道を歩くことにしました。2023年8月7日、ホームレスシングルママシリーズエピソード1を投稿。少しずつチャンネル登録者が増え、9月21日にチャンネル登録者500人を達成。そこから4日後の9月25日、YouTube 収益化の条件である1000人のチャンネル登録者を達成。Hi guys. Okay. そこからは1日1000人ずつチャンネル登録者が増え続けました。普通に仕事をしていた時、急に何かものすごい数の人の気配というかエネルギーというか、何かが急にこう自分にぐわーって差し迫ってくるような感覚があったんです。なんだろうこれはって思って携帯を開けたら、ものすごい量のメッセージだったりコメントが入っていて、一瞬何が起こったかわからなかった。チャンネル登録者1000人からたったの6日間で1万人を突破。それとともに寄せられるあまりに多くの誹謗中傷の言葉、その言葉の渦に飲み込まれてしまいそうになりました。あこちゃん絶対間違ってへんで。閉じかけていた心を取り戻してくれた友人の存在がありました。自分の伝えたいことに誠実であり続けよう。怯えてる、震えてる、消えてしまいそうな自分を迎えに行ってあげよう。人との関係、私なら誹謗中傷を言ってくる私のヘイターとの関係性を乗り越えていく上で、対立という土俵に立ってしまうと、その私の対立意識、その思考が相手にパワーを与えてしまう。そうじゃなくて、対立という土俵を抜け出し、観察者の土俵に立つこと、それがこの件で私が学んだことです。他者から何を言われようと、その人は言葉を放つことはできる。たとえその言葉に悪意があったとしても、でも私自身がそれで
傷つくことを許さなければ、本来誰も私を傷つくことはできないと思うんです。最終的に傷つくと決めているのは自分で、傷つくっていうのは自分の解釈でしかない。それは逆に傷つかないって決めるのも自分次第。それは例えば誰かが私にハゲてるって言っても私は傷つかないと思うんです。自分自身で例えばハゲてることを気にしてる人が傷つくかもしれない。それと一緒で、だからもし何かの言葉に傷ついてる自分に気がついたら、それはその言葉を言う人のせいじゃなくって、自分の中にあるものが反応しているだけ。自分がそこに何かしらの感情を持っているから、無意識かもしれないけど、それは自分で傷つくって決めてるから反応している。だから本当の意味で自分を傷つけることができるのは自分しかいなくて、逆に言うと本当の意味で最終的な拠り所っていうのは外側のものだったり人だったり思想にあるんじゃなくて、自分自身にしかないと思うんです。傷ついてはいけないって言ってるんじゃなくて、じゃあその傷ついた自分に気づいたら、とことんその傷ついた自分の感情を観察してみる。傷ついたことをなかったことにせず、無意識の中にある自分が傷つくと決めているパターン、それを注意深く観察していく。それについていいとか悪いとかのジャッジなしにただただ観察していく。傷ついてもいい。でも傷つくのも傷つかないのも自分で選択していることを知ること。それは誰か自分以外の他のせいではないということ。自分が自分を尊重すること。自分が自分の味方で居続けること。そうすると誰も私のこのパーソナルスペースを犯すことができなくなる。だから私はこれからも自分が伝えたいことに誠実であり続けるし、そんな動画をこれからも出していきたいと思っています。そしてこの体験で得た一番の財産は、どんなに私が叩かれても炎上してもずっと味方で居続けてくれて、必要なことを助けてくれた M ちゃんとの関係性です。 M ちゃんはこの動画の下に出てくる日本語と英語の字幕を手伝ってくれています。 M ちゃんはちゃんと自分を持っていて安定してるから、ニュートラルな関係性でいれる数少ない私の友人の一人です。 M ちゃんは常に応援してくれる視聴者さんの立ち位置でずっといてくれて、心配じゃなくて信頼してくれたこと。心配は呪いにもなり得るし、信頼は祈りになる。私はすごくポンコツで結構抜けてるところがあるんですけど、それをちゃんと補ってくれるというか、 M ちゃんは私のブレや違和感をちゃんと感知してくれて、ちゃんと言ってくれて、ちゃんと戻してくれる。本当に自分が望む人生、それは何なのかずっと追求していきたい。自分の思い通りに生きること、自分で選択できていることと、それぞれの個人において最も価値のあることは、他人から見て価値があることではなく、その人にしか価値がわからないもの、その自分にしかわからない価値を手に入れることが思い通りの人生を生きることだと思うんです。そのためにこの自分っていう純粋性を上げていくこと。私はこの地球を冒険したいし、面白い人と出会いたいし、自然のサイクル、地球のサイクル、宇宙のサイクルの循環者の一人として生きたい。